なぜ近鉄百貨店は転売ヤーの消費税8億円を追徴されたのか。49万円分の高級化粧品を買う外国人観光客、一度ではありません。同じ人物が連日49万円前後の買い物を繰り返します。同じ日に近鉄百貨店の複数の店舗で買うケースもありました。中には台車で大量の商品を運び、百貨店の外に停めた車に積み込んでいく人もいたといいます。そして国税局が調査に入りました。ところがこの事件で一番驚くのは49万円の爆買いではありません。約8億円の追徴課税を受けたのが転売した人ではなく近鉄百貨店だったことです。なぜでしょうか。今日はこの事件を消費税の仕組みから見ていきます。まず、外国人旅行者が日本で買い物をするとなぜ消費税が免税になるのでしょうか。外国人だから特別に税金を払わなくていい、そういう制度ではありません。消費税は基本的に日本国内で消費される商品やサービスに負担を求める税金です。ですから日本で買った商品を国外へ持ち出すのであれば日本で消費されない商品として免税する仕組みがあります。輸出取引が免税になるのと考え方は同じです。つまり免税の前提は外国人であることだけではありません。その商品が国外へ出ていくことです。ところがここに問題が起きました。日本から持ち出すはずの商品を国内で転売してしまう人が現れたのです。例えば転売業者が外国人を買い子として募集します。買い子は百貨店などで免税購入します。そしてその商品を転売業者に渡します。買い子は報酬を受け取ります。商品はそのまま国内の転売業者に流れる。これでは国外へ持ち出されるはずだった商品が日本国内に残ってしまいます。国税庁も国内事業者などの指示を受けて大量に免税購入し、国外へ持ち出さず国内で横流しする事例を把握しています。ここで消費税法8条が出てきます。免税購入された商品について国外へ持ち出されない場合や国内で譲渡などが行われた場合には免税された消費税について徴収する仕組みがあります。さらに国内で譲り受けたりその商品を所持したりした人についても一定の場合には免税購入者と連帯して納付する義務が生じます。つまり免税で買ったからその後は何をしてもいいという制度ではありません。ではここで一つ疑問が出てきます。だったら転売した人から税金を取ればいいじゃないですか。これは当然の疑問です。実際国税当局は購入記録などを使って高額な免税購入をしている人を把握しています。ところがここからがこの問題の本当に難しいところです。国会でかなり驚く数字が明らかになっています。2022年度から2023年度の2年間、1億円以上の免税購入をした出国者は690人いました。その購入総額は2332億円です。1人当たりで計算すると平均で3億円を超えます。しかも1億円以上の高額購入者の約9割は税関で捕捉できていません。さらに捕捉できた人についてもその9割以上が免税購入した商品を持っていませんでした。そして商品を持っていない人に消費税の付加決定をしてもほぼ全てが滞納している。これは国会で政府が答弁した数字です。ここで重要なのは税務調査で見つけることと実際に税金を回収することは別の問題だということです。例えば買い子を特定できたとしてもその人がすでに日本を出国していたらどうでしょうか。日本国内に財産がなければ徴収は簡単ではありません。商品もすでに手元にないかもしれません。そして税金を決定できたとしても実際に納付されなければ国の収入にはなりません。つまり誰が買ったのかを把握すること、誰に納税義務があるのかを判断すること、そして実際に税金を回収すること、これはそれぞれ別の問題なのです。では近鉄百貨店はどうでしょうか。近鉄百貨店は日本国内で営業している企業です。日本国内に事業所があり取引記録もあります。ですから海外へ出国した買い子とは徴税という意味で状況が全く違います。今回近鉄百貨店については2022年2月期までの4年間についておよそ7億円の消費税の申告漏れを大阪国税局から指摘され、加算税などを含む追徴税額がおよそ8億円になったと報じられています。国税局は転売目的などで免税要件を満たさない外国人客への販売があったと判断したとされています。ただし今回の公開情報だけでは個々の取引についてどのような法的構成で全額が算定されたのか、その詳細までは確認できません。ここは大事なので誤解のないようにしておきます。今回の件を近鉄百貨店が8億円を脱税したという話にしてしまうのは正確ではありません。免税販売として処理していた取引について
免税の要件を満たさないものがあると判断され、その結果として消費税の申告漏れが生じたという問題です。脱税と申告漏れは同じ意味ではありません。そして近鉄百貨店だけの話でもありません。大手百貨店やドラッグストアなどで同じような免税販売をめぐる消費税の問題が相次いでいます。つまり49万円の商品を買った人がいたという一つの事件ではなく、免税制度そのものが転売ビジネスによって狙われた問題だと見ることができます。ではなぜ49万円なのでしょうか。当時の免税制度では消耗品について50万円という購入上限がありました。そのため49万円前後という上限に近い金額の大量購入が繰り返されていました。もちろん49万円の買い物をしただけで不正とは言えません。問題なのは同じ人物が何度も複数の場所で大量の商品を買う、さらにその商品が国内で転売されている、そうした事実が積み重なった時です。そして政府はついに制度そのものを変えることにしました。2026年11月1日から外国人旅行者向けの免税制度はリファンド方式に変わります。これまでの仕組みは買う、その場で免税、その後国外へ持ち出すというものでした。新しい仕組みではまず税込みで買います。そして出国するときに税関で商品を確認します。国外へ持ち出したことが確認されれば、その後に消費税相当額が返金されます。これは免税制度をなくすという話ではありません。免税するタイミングを変えるという話です。先に免税して本当に国外へ出たかを後から確認する、この仕組みから一旦税金を含めて販売して本当に国外へ出たことを確認してから返金する、この仕組みに変わります。国税庁自身も旧制度について多額の商品が国外へ持ち出されず国内で横流しされる事例が多発していたこと、そして出国時に商品を持っていない人から税金を徴収しようとしてもその多くが滞納になっていたこと、これを制度見直しの背景として説明しています。ここまで見るとこの事件の見え方が変わってきます。最初は外国人が49万円分の化粧品を爆買いしたというニュースに見えます。でも本当に重要なのはそこではありません。転売業者がいる、買い子がいる、免税店がある、国税がいる、そしてそれぞれの立場が違います。買い子からすぐに税金を回収できるとは限りません。転売業者を特定できるとも限りません。一方で免税販売を行った事業者には法律上の確認や納税に関する責任が生じます。だからこの問題を誰が一番悪いのかだけで考えると本質を見失います。税金には誰が納税義務を負うのかという問題があります。そしてもう一つ、実際に誰から税金を徴収できるのかという問題があります。この2つは本当に同じなのでしょうか。今回の近鉄百貨店の8億円問題は外国人の爆買いという話から始まって、最後には税金とは誰から取れるのかという税務行政のかなり本質的な問題に行き着きます。そして政府は誰かを追いかける制度からそもそも不正をしにくい制度へ仕組みそのものを変えようとしています。税金の世界では法律を作るだけでは足りません。実際に徴収できるところまで設計されて初めて制度になるのです。